皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから10日間ほど経ったところです。時は8月中旬の2日間です。撮影を行った時の天気は1日目は曇り空でしたが、2日目はよく晴れていました。いずれも昼頃の撮影でしたが、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で30度と32度にまで上がりました。この地方としては2日ともとても暑い日でした。今回は今年のこの地方のスズメバチ界に見られる異変についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。なお、今映像に映っているのは撮影当日に行った内見の風景です。一見何気ない内見の風景のように見えますが、実は今回の内見には特に申し上げなくてはいけない異常な点が一つあります。それは約1時間に及んだこの日の内見の最中に、ただの一頭のスズメバチも私たちの邪魔をしにやってこなかったということです。8月中旬と言いますと、オオスズメバチの時期としては早いので連中はまだやってきませんが、その一方で普通の年ならばケブカスズメバチがミツバチを狩るために続々とやってきて大変にうるさいのです。8月はケブカスズメバチ襲撃のピークの時期と申し上げてよいと思います。それが今回の内見の最中にはケブカスズメバチの姿を全く見かけなかったのです。でなお、ケブカスズメバチというのは世間でよくキイロスズメバチと言われているものです。ケブカスズメバチの本州以南に分布している亜種のことをキイロスズメバチと呼ぶようです。なお、今見ている巣箱では前回立派な大台ができているのが見つかりました。私たちはその大台をそのままにして残しておきながら、他方でその時点ですでにいた女王蜂の羽を切って分蜂を防ぐという対応を取りました。その後、巣箱の中で何が起こったのかが今回の内見の注目点でしたが、前回残しておいた大台はきれいになくなっていました。そして新しい女王蜂は巣の中にはいません。他方で古い女王蜂がそのまま巣箱の中にいました。巣板の上には別の立派な大台ができていました。この間の経過はおそらくすでにいる女王蜂が羽化直前か、あるいは羽化直後の新女王蜂を始末したのではないかと思われます。他方で女王蜂の交代か、あるいは分蜂を望む働き蜂が別の大台を作ったようです。私たちは前回と同様に新しくできた大台をそのままにして残しておきながら巣箱の蓋を閉じました。つまり話は10日前の状態に戻ったわけです。話題をスズメバチに戻しましょう。申し上げたいのは、今年はどうやらスズメバチの襲撃がとても少ないということなのです。そこで次に巣門の前の風景を見てみることにしましょう。ここで何に注目したいのかというと、巣門の前にミツバチに退治されたスズメバチが転がっていないということです。これがどうして注目に値することなのかというと、例年だと8月になると巣門の前にはミツバチにやっつけられたスズメバチがよく伸びて転がっているようになるからです。昨年のデータを見ると、やはり8月になって巣門前でスズメバチを拾うことができるようになりました。そして8月12日までに59頭を拾いました。拾った59頭のうち56頭がケブカスズメバチで3頭がモンスズメバチでした。しかし今年は同じ8月12日までにただの1頭のスズメバチも巣門の前で拾っていません。でなお、ニホンミツバチのスズメバチ退治は有名な話ですが、当養蜂場では西洋ミツバチによるスズメバチ退治が日常的に起こっています。当養蜂場の西洋ミツバチは異常なのでしょうか。ともかく
巣門前でスズメバチを拾えないのは、スズメバチがあまり養蜂場にやってきていないことのもう一つの証拠だと思います。では、養蜂場に設置したトラップなどで捕獲されたスズメバチの数はどうなのでしょうか。先ほど見たのは、ミツバチが巣門の前で捕まえたスズメバチの数でした。それに対して今から見るのは、養蜂場で人間が捕まえたスズメバチの数です。これについては3年前からデータを取り始めています。ちょうど5月のスズメバチの出始めの頃から8月12日までのデータが今年の分を含めて3年分あります。それによると、2年前の2024年にはこの時期455頭のスズメバチを捕まえました。そして昨年の2025年には捕獲数が前の年からぐんと増えて798頭でした。それが今年2026年にはなんとわずか48頭にまで減っています。昨年の捕獲数の 6% に過ぎません。で、なおトラップのかけ方は年によって厳密に同じではありませんが、しかし大きな違いはありません。ですからトラップのかけ方の微妙な違いは今年の激減を説明できるようなものではないと思います。スズメバチの種別に見ると、この時期の常連であるケブカスズメバチと小型スズメバチで今年は大きく数が減っています。小型スズメバチは今年はなんとここまで一頭も取れていません。一体何が起こっているというのでしょうか。この数値についてあれこれ論評する際に注意しなくてはいけないことは、こうした結果が何か大きな傾向を示しているのではなくて、たまたまこうなっているに過ぎない可能性があるということです。まずその視野をこの養蜂場に限定するとしても、これから秋にかけてスズメバチの数は大きく増えるのかもしれません。また、たとえ今年はずっと冬までスズメバチが少ないというようなことが仮にあったとしても、来年になると何事もなかったかのようにスズメバチの数は昨年のように増えるのかもしれません。その場合、今年は理由はよくわからないながら、とにかくスズメバチに関しては例外年であったということになるでしょう。さらに今年スズメバチが減っているのは、実はこの養蜂場に限ったことで、他の養蜂場ではいつも通りの規模でスズメバチが襲ってきているということなのかもしれません。ですからこれから私が申し上げることは一つの試論としてお聞き流しいただければ幸いです。まずスズメバチの数が減っているというのは、それ自体としては悪いことではないように見えます。それどころかスズメバチはミツバチを襲いますから、スズメバチがいないことは養蜂家にとっては間違いなくいいことです。そしてスズメバチは人を刺すことで時に人命をも脅かしますから、養蜂家に限らず多くの人にとってスズメバチがいないことは好ましいことでしょう。ただここで人間とスズメバチとの直接的な関係から少しだけ距離を置いて一つ考えなくてはいけないことがあります。それはスズメバチの生態系の中で占めている位置についてです。スズメバチは昆虫を中心とする小動物の食物網の中で上位に位置する捕食者です。スズメバチは昆虫やクモを好んで飼って生きています。ですからスズメバチが減っているということは、自然界の中でこうした昆虫などが全体的に減っていることの端的な表れである可能性があるわけです。だとすると、スズメバチが減っているということは単純に喜んではいられない、私たちに警鐘を鳴らす大変に恐ろしいことだと私は思います。もっとも今回の動画の中で私が指摘したのは、養蜂場にやってくるスズメバチの数が減っているということです。自然界でスズメバチが減っているという話ではありません。ですから一つの可能性としては、自然界で昆虫などの小動物が温暖化の下でむしろ増えているために、スズメバチは養蜂場など見向きもしなくなったということも全く考えられないわけではありません。つまり
スズメバチの数は減っておらず、自然界で餌が豊かになったので、リスクの高いミツバチ狩りなどは行わないで、もっと安全な昆虫をとって楽しんでいる可能性もないわけではありません。この他にもいろんな可能性が考えられますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ともかく今回は当養蜂場にやってくるスズメバチの数が8月中旬の時点で例年と比べて激減しているということをお伝えしました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。これからもその時々の季節の話題をお伝えしますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。でなお、高評価や動画のシェアをして応援していただけると大変励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。